今日のもかつは SD ガンダム BB 戦士制作動画シリーズ。今回はナンバー111、1993年に展開された烈火ガンダム。まずその1の動画として軽装形態と武器ストロンググレネードを作りました。キットの開封から、新 SD 戦国伝伝説の大将軍編からコミックワールドの載ったこの辺のシリーズでは恒例の縦型説明書でした。組み立ては4ページにわたって記載。パーツは黒、白、赤メッキパーツとポリキャップ、スプリング、シールの構成で2つの袋に分かれて封入されていました。組み立ての様子はここから説明書に沿って記録しています。バックパック、腕、頭部、足と組み立てを進めていきます。一部のパーツは当時主流だったランナーロック方式でのはめ込み推奨でしたが、ここでは順に沿って先にランナーカットした状態から進めていきます。パーツのはめ込み時に固定箇所にはプラモデル用接着剤を流し込み処理しています。使っているのはミスターセメント流し込みタイプです。低粘土の接着剤で樹脂入り、サラサラした液状タイプです。合わせたパーツ同士の隙間に毛細管現象を利用して流し込み、パーツ同士を強力接着します。キャップに合わせ目への流し込みに便利な面相筆が装着されています。ランナーからのパーツのカットはタミヤの薄刃ニッパーを使って組み立てを始める前にあらかじめ行って説明書に沿って準備をしています。このキットは1993年4月に発売されました。伝説の大将軍編のキットは109の烈光ガンダムから始まりましたが、この頃の BB 戦士は1992年来ちょうどナンバー100を超えたあたりから毎月1キットのリリースが続いていました。胴体、腰部、この辺はポリキャップを漏れなく組み込みます。BB 戦士は1987年に発売開始されたガンダムシリーズのモビールスーツが2、3頭身のキャラクターとして登場してくる、いわゆる SD ガンダムのプラモデルで通算400を超えるロングセラーとなりました。BB の名前はリリース初期の BB 弾発射ギミックに由来しています。伝説の大将軍編は地上最強編の続編となる新 SD 戦国伝第2作。戦国伝シリーズ全体では5作目となります。前作の主人公の一人である91烈光ガンダムが主人公を務め、シリーズとしてのつながりを強く意識したものとなっていました。大将軍の登場もあり、ナンバー120まで10のキットが展開されました。武器を組んで完了。下地を作る前にシタデルカラーのコントラストブラックテンプラーで軽く墨入れ。このタイミングで液体塗料で墨入れをするようにしています。塗装にあたっては水性塗料筆塗りで行うため、事前に艶消しコーティングをかけるようにしているので、にじみ防止にもこのタイミングがベターで。無塗装の軽装形態でフロントビューからリアビュー。塗装前にミスタースーパークリア艶消しを吹き、下地を作っておきます。ここからは水性アクリル塗料で塗装です。使用したカラーごとにダイジェスト映像です。まずは下地塗装。黒のパーツに色分けが必要な箇所、シタデルカラーのレイヤーホワイトスカーを使いました。水で溶いて薄めた状態で塗っていきます。
今回はホワイトスカーを使って白の下地塗装をしました。白の塗料で愛用はこの他に今回の塗装後半でも使うファレホのゲームカラーデッドホワイト、シタデルカラーのベース、少しグレーがかった色味のコラックスホワイトなどがあります。続いて銀色、ファレホのゲームカラーシルバーを使いました。発色の良い隠蔽力の強い銀、脚部の一部に緑です。ファレホのモデルカラーミディアムオリーブ、赤を上塗りです。ファレホのゲームカラーブラッディレッドです。鮮やかなレッドカラー、胴体、脚部、フェイスに。ファレホはスペインが発祥で高性能水性アクリル塗料、チューブに入った形状で明るい色数も多く、フィギュアの塗装には重用している塗料です。少々塗膜の薄いところがありますが、よく使っているゲームカラーやモデルカラーは隠蔽力の強い塗料も多く扱いやすいです。塗装に要した時間は約60分でした。青を使いました。シタデルカラーのベースカレドールスカイです。明るいブルーカラー、粘性高く隠蔽力の強い塗料です。ここで金色です。シタデルカラーのベースレトリビューターアーマーです。重用しているゴールド、粘性高く隠蔽力強い。戦国伝のキット塗装には欠かせないカラー、フェイス、胴体、腕部、脚部、ストロンググレネードなどにも。シタデルカラーはミニチュアホビー用の水性塗料でイギリス生まれ、特徴的なミニ容器に入ったマットな質感、粘性高く隠蔽力の強いカラー種の塗料。ベース、レイヤー、シェード、コントラストなど用途に応じて総勢300種以上のカラーバリエーション。軽装タイプ、忍者は別名月光ガンダム、鉄鋼剣、鍵爪を用いて戦います。フェイスにつけるのは忍び仮面、黒です。シールを貼る前の目の部分にファレホのゲームカラーブラックです。白を補修的に入れました。ファレホのゲームカラーレッドホワイトです。隠蔽力の強い純白カラーです。最後は黒白のパーツで成形カラーをそのまま活かすところにはシタデルカラーのテクニカル、パーツをマットな質感に変える透明塗料ストームシールドを使いました。粘性の高い塗料なので水で薄めて使いました。最後に全体に吹きつける艶消しトップコートよりも先にディティールから質感を整えられるので、この塗料はプラモデル塗装には多用しています。塗料は水性アクリルのシタデルカラーとファレホを併用しました。使った筆は基本は模型塗装用の面相筆、面積の広い箇所はブラシ、ハケなどを使って時短させ効率よくペイントをしました。オール筆塗りで仕上げました。この塗装で用いた塗料はこちら。色塗り後は水性トップコート艶消しを全体に吹き乾燥させます。塗装し終わったパーツを組み上げていきます。レッパガンダムは世の中に数多くの正義の忍者を送り出した長老ザク・ウンサイの忍者養成所第144期生。尊敬するのはゴーテン。実力を買われて家臣となりました。冷静沈着な洞察力で作戦参謀的な役割を果たします。ゴーテンは修行中の91と流星とともに呼び出し、烈火の鎧を授けます。このパートではまず軽装形態を組み立てました。フロントビューからリアビューまで。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー111新 SD 戦国伝
伝説の大将軍編から烈火ガンダムその1の動画として軽装形態を作り上げました。次回その2は武者形態の武装パーツを作ります。ご視聴をありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。